여러분 안녕하십니까? 아기살 아기상입니다. 오늘 어디로 왔죠? 다이강야마. 네, 다이카야마 저도 굉장히 좋아하는 동네이기도 하고 뭔가 일하다가 좀 스트레스 쌓이고 리프레시 하고 싶다. 그럴 때 자주 오는 동네이긴 합니다. 여기가 좀 땅이 높아가지고 조금 공기가 맑은 느낌이 나요. 그래서 오늘 이 다이카야마에 있는 이 빈티샵 오늘 가볼까 합니다. 라무호르 베르프라는 샵인데 다양한 아이템이 있는 건 물론이지만 그리고 또 여기만의 또 스페셜 빈티지가 있어가지고 오늘 여러분께 또 샅샅이 보여드릴 수 있으면 좋겠습니다. 자, 가볼까요? 근데 그 전에 책장 정보 알려주세요. 네, 추워가지고 입이 얼어서 짜장면을 딱 걸려서 그거 말하면 어떡해. 딱딱한 자, 모자는 와일드브릭스 모자고 5, 60년대 빈티지 아메리칸 옵티컬 안경이고 터틀넥니트는 바피라는 브랜드고 그리고 이 해링턴 자켓은 투모로우랜드 자켓입니다. 그리고 코즈리 핀츠는 알레볼 바지고 그리고 구두는 샌더스 구두입니다. 이 해링턴 자켓을 중심으로 좀 컬러 매치를 해봤고 이렇게 보험선도 유지하면서 봄 느낌 나게 입고 와봤습니다. 대구도お店の入ってまいりました。はい。ここにいらっしゃるのは原田さんでございます。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや僕代官山、はい我々妻とよく散歩しょっちゅう来るんですけど、はい代官山にこの素晴らしいお店があるとは。はい。ひっそりやってるんで。最初僕お伺いした時にこれからちょっと出てくるんですけど、はい。びっくり起きまして、特にこちらのアイテム僕はちょっと好きなものがありまして、はい。目を引きますもんね。引きますよね。もう一発目から行こうかなと思ってるんですよ今。マジですか。もう全然。悩んでるところでございます。基本的にどういったアイテムか簡単なご紹介いただいてもいいですかね。お店始めて社長がもう24、5年経つのかな。で、代官山を転々としつつ今のところに落ち着いてるんですけど、元はやっぱり社長が好きなカルチャーっていうか、5、60年代のスタイルとか、映画とか音楽とかのインスピレーションを得たものから、トレンドとかもあるんですけど、やっぱ好きなのを集めてるっすよね。レギュラーも別にかっこよければいいスタイルだし、解禁の04とか多分後ほど紹介するんですけど、ハットとか、メガネとか小物がやっぱり多いお店だとは思います。原田さんもういいですか一発で。じゃあ行きましょう。もう行きましょう、もうやっぱこちらでございますよ。このヴィンテージハットのラインナップ、正直実店舗でここまでラインナップあるお店ってほとんどないですよね。いやもうないんじゃないですかね。ですよね。はい。そう店舗があってっていうのは多分ないんじゃないですよね。なんかオンラインではちょこちょこあるかもしれないんですけど、実店舗僕だから最初に入った途端にここに目が。そうですね。本当に高いところに。ですよね。僕もヴィンテージハットも大好きなんで。本当ですか。今そんなにめっちゃあるわけじゃないですけど、でもやっぱかっこいいのはまだあるっすよね。やっぱりアメリカ三大ヴィンテージブランドといえば、ステッドソン、でノックス、でドブス。ドブスの箱がないですけど。こちらですね。そうですね。やっぱこうなりますよね。これしかも大体これあれですか、大体 C40 から60ぐらいですか。そうですね。やっぱ70年代超えるとフェルトの質が悪くなっちゃうんで、かっこいいやつももちろんあるんですけど、やっぱりこの年代がいいですよね。今被られてるのはこれはボルサリーノ。僕はボルサ派で。ボルサ派ですね。そうです。アメリカ買い付けとかアメリカ地好きですけど、帽子やっぱボルサが好きで。僕もボルサは1個持ってるんですけど、ヴィンテージのやっぱ違う、ちょっと違うんですよね、雰囲気が。両方魅力あるんですけど、フェルトがボルサはウサギなんで、そのきめの柔らかさとかっていうのはやっぱりアメリカにはない上品さがあるのかな。逆にアメリカはちょっとね、ビーバーとウール混じりのこの男臭さっていうのはありますけど、どっちの良さもどっちの良さもありますよね。こういう風に自分の部屋に並んでるのはちょっと夢です僕。並べたいです。並べたいですよ。これ箱も一緒に。かっこいいですよね。ちょっとじゃあ、もちろん。これちなみに実際来られた時見られる際は一言お声をかけていただいてですね。ぜひよろしくお願いします。これはどれですか？これはディズニー。ディズニー。いきなりちょっとマニアックな。そうですよね。ディズニーのファッションラインだと思うんです当時の。そのディズニーの。ディズニーだと思います。僕も最近まで違うと思ってたんですけど、多分ディズニー。そうなんですね。展開してたものだと思います。面白い。こんなクラシックなのディズニーが。そうですね。そう。
これいいですね。しかもこれ結構特徴的ですね、リボン。そうですね、ちょっとこのひだがついてるのはウエスタンのスタイルに近いこう作りだと思うんです。なるほど。形はフォーマルなんですけど、ここはちょっと外しで作ってるんですよね。でブリムもまあ言ってしまえばステッドソンとかあれに比べるとそこまで長くないですね。そうですね、まあ、こういう50年代のフォーマルのハットっていうのはそこまでこうウエスタンの帽子に比べて、まあ、そんなに長くないですね。そんなに長くないはい、でしかもウィンドウキャッチャーちゃんとついてて、そうですね。これついてますね。このゴムはジャケットのこのフラワーホールにこうつけて、まあ、船旅する時にこう飛ばないようにって言われてるんですけど、まあ、本当は分かんないですね。まあ、とりあえず50年代まではこれがついてることが多いですよね。でこれがまたあるとちょっとまたそうですね。ちょっと上がりますね若干。まあヴィンテージって感じはありますよね。ですよねここがついてるだけで。だって今はほぼ使用しないですもんね。そうですね。いらないですもんね。いらないですよねはいこれ一発目ディズニー行きますいません、なんかマニアックな。いやいやいや全然。ステッドソン言っていいですか。はい。これはウィペットのスタイルですけど、はいこのブリムのステッチが、あ本当だはい、普通はここねリボンですけどね。ですね、はい。本当だこれ初めて見た。形はウィペットですね。その原田さんウィペットのはい。簡単なご紹介、今こっちありますかウィペット。ウィペットね売れちゃったから。ウィペットあったら結構今すごい市場価値じゃないですかそうですね。やっぱ出てこない。僕も2つだけ持ってます。あ、本当ですか。あ、富ヶ谷の方に持ってっちゃってるな。あ、そうなんですね、はい、ウィペットは確か、30かな40年代が始まりで販売されたのが、犬のドッグレースをそれ帽子かぶってこう見に行こうっていうスタイル、はいなんでちょっと遊び人的な雰囲気もありつつっていうのが、ウィペットの魅力ですね。まあ、フォーマルにもねそのカジュアルにもどっちもいけるっていうかっこよさでまたそれがまあ結構前からですけど、はいジョニデがかぶってそうっすね。バーいきましたよね、はい価値が十何年前だろう。十何年前はいグー価値がやっぱり高騰してジョニー・デップさんのスタイルっていうのはね憧れを抱かせるかっこよさがありましたよね。彼だけのスタイルであります。そうですね。ウィペットにタートみたいな。そうですよね全部いろんなステッドさんのモデルがあるんですけど、別にどれがいいとかっていうよりはそのウィペットってモデルが、まあ、キングオブフェドラーとも言われる、そうですねまあ、形がすごい綺麗でシェイプ美しくて、今はもう見つけるのは大変だ。いやないと思います。ないですよね。見つかったらもうすぐ買った方がいいですよそれという感じなんですけど、それと同じシェイプのモデルですね。そうですね。ウィペットの特徴は結構そのクラウンが高くて、まあ年代にもよるんですけど、やっぱりこのリボンとこのパイピングのスタイルっていうのは、まあ今見せれないからあれなんですけど、そっちにあるはいこれかな近いのはこれはい、がウィペットのスタあイルですそうですね。これもうウィペットスタイルですね、はいこれも。これはステッドソンじゃないですけど、はいまあ、当時の一大流行りなんでやっぱどのメーカーもこの作りやってますよね。まあ、この太めにこうパイピングはいサテンされてるっていうのが、ここですねはい、ウィペットのスタイルです。あ、これサテン生地。そうですね、まあ、例だと思うんですけど、今このね質感もないんで、はい、でもヴィンテージの良さ。本当不思議なんですけど、作れないですよね今のあれだと。まあ近しくはやっぱできますけど、今そうやってねテーラーメイドのハット屋さん増えてますけど、はいあすごいなとは思うんですけど、やっぱりヴィンテージ見るとちょっと違うよねっていうのがあると。これなんですかね、素材ですかね。素材もあると思うし、こういう付属した素材もあると思うし、やっぱこの独特の質感っていうのはやっぱ不思議ですよね。うんまあ原稿は原稿でもちろん魅力あるんですけど、ヴィンテージはやっぱり当時だけの質感魅力がありますよね、はい、あります。不思議なもんでかっこいいですね。これはどこのですか。これは町のハット屋さん、まあ、おー町のどの町にもやっぱり帽子屋さんがあってそこのオリジナルだと思います。はいはい、はい、これで大体50年代ぐらいですか。これはそうですね40に近いスタイルですかね。50年代で13万2000円でございます、これは色がこんな色も残ってないんで、ますね、かっこいいですね。これはしますね。サイズもいいし、これ何サイズですか。これ7と4分の1、あ、58ぐらいですね。そうあるかなって感じですね。なるほどなるほど、はい、ヴィンテージのハットって全部やっぱちっちゃいんで、そうですよそうなんですよ。欧米人頭の形は多分縦長はい、ですよね。やっぱこう卵型になってて、そうですよねはい、アジア人も鉢がないんで、はいはい余計にこうちっちゃく感じるのはあるんです。なるほど。いやーこれいいですね。これ見ていいですかこれ。はい。
これも町のハッターのやつですね。あ、町のハッター。はい。これへかっこいいっすよね、この色も。かっこいいっすねこれ。パイピングが若干色あせたのか焼けてるっすよね。なるほど。焦ってこの色になってるのもめちゃくちゃかっこいいっすね。でここだけでグラデーションがありますからね、はいリボンからすげえかっこいいやっぱヴィンテージにしかない雰囲気ですね。ですよね。俺なんかこんな感じで、当時はこういうポマードガード、まあ、ポマードべったりつけてますから。そうですね、やっぱ50年代からこのガードがついてくるんですけど。なるほど。ステッドさんも見ていいですか。はい。おお。これはどちらですか。これはストラトライナー。お、僕持ってます。ですね色違い持ってます。あ、本当ですか。グレー、まあスタイルはまあほぼオープンロードなんですけど、よりこう軽く作られてます。まあ飛行機乗るときに楽だよみたいな作りになってますよね。なるほど。これかっこいいですよね。で、原さんこれもちょっとなんかこれによってまだ見分け方ありますよね。あ、そうですね。これは60年代なんですけど、はい。 7と8分の1ってサイズが全部載っている。で50年代まではこの7っていう表記がない。ただ要するに8分の1とかそうですね。ありすぎてどれか分からなくなるっていうなんか贅沢な悩みですね。出ましたよ。あ、これですね。はいはい、これこれですね。50年代までこれはまあ8分の1までの表記で、これが基本 50s。でもこれを見るとそう60年代になってくると7っていう表記がある。これでも50年代でも7ちょうどのサイズは7って書いてますけど、はい、あとは全部こっちの細かいサイズの表記だけ載ってるっていうのがあります。しかもこれ今プライスタグついてますよ。そうですね。当時12ドル50セント、はい、当時からしたらちょっと高めです。だいたい10ドルぐらい。ああ、はい、なるほど。そのまたあれですよね、ステッドさんもランクによってその何の素材使ってるかって値段がちょっと違ったりしますよね。まあすごい古いやつはビーバーの比率が変わってきてる。はいはい。それは X っていう表記が、まあ、たまにここにあるんですけど、X が多いほど、まあ、クオリティが高いって言われてます。そうですよね。100が一番高いんでしたっけ。そうですね。それはビーバー100のやつで、まあそんなのはもう出てこないから、出て美術館クラスですよね。当時もめっちゃ高いんでしょうね。はい。であとまあ15とか20とか当時のドルの価格がもうそのままランクとして使われているやつもあります。でここに書いてあるんですよね。はい、それがモデル名の横になんか50とかなんとかこう書いてあって、それがドブスが多いかな。ああ、なるほどなるほど。はい、ちょっといいですか、ドブス。ドブスがあったっけな。よかった、あったっす。おお。これドブスの20って一個上級なライン。あ、本当ここに書いてます。20って。はい、これも15、20、25、30ってあるんですけど、はい、やっぱりちょっと滑らかっすよね。あ、本当だ。はい、こうちょっとこうラフな感じで言えばちょっと高級な感じ。はい。このドブスもギャングたちに愛されたという。そうですね。やっぱアルカポネ被ってたみたいな。なるほど。禁酒法時代のなんだろう、男臭さ、男臭さ、ドブスのなんか言われっていうかありますよね。ですよね。ちょっとこの形が丸い。まあそうですよね。なんかちょっとなんか違うんですよね。やっぱりステッドソンってやっぱり、ステッドソンの方がやっぱりちょっとシュッとしてるかな。ですよね。でここがドブスの方が丸い。ドブスの方がしかもブリームのなんかサイズ展開がいろいろあるイメージがあるんですよ、ね。ああ、ちょっと短くもあったり、ね、結構60年代になるとドブスのハットの方が多く出てくるイメージで、ドブスの方が売れてたんじゃないかみたいな。もしかしたら、はい。わかんないですけど、パブリックエネミーみたいなジョニーの映画でもなんか使われたっていうような。あ、そうなんですね。これで44,000。あ、44,000。はい、でこのステッドソンこちらになりますと93,500円です。はい、でもストラトライナーは持ってサイズ合う方はぜひ持ってたらいいと思います、はい、僕は。こういうのは絶対コレクターから買ってるんでどうしても高くなっちゃう。そうですよね。本当に希少にもうちょっともう10年以上前でも貴重だったのに、はい、今もっと希少性が上がってると思うので。残ってないですから、ね。そうですよね。ぜひぜひ、はい、これ素晴らしいですね、ストラトライナー。これホンブルグもございますよ。はい、これちょっといいですか。このホンブルグハットという形でございます。これは僕が被ってる形ですね。いいですね。はい、こういう感じで。はい、あ、これマロリーだ。これも結構マニアックですけど、ファンが多いハットのメーカーで、ステッドソンに買収されちゃうんですけど、やっぱり本当にかっこいいハットブランドで、はい、この後のステッドソンって結構マロリーみたいな形。あ、そうなんですね。はい、
マロリーも球数はもう当然少ないし、はい、マニア心くすぐる。そうですね。でこれはどちらなんですか？あ、これステッドソン、これロイヤルデラックスステッドソンでございます。このまたランクがあって、これロイヤルデラックスランクですよね。ステッドソンのホームブルグは全部このセイントレジスっていう形になってます。はいはい。ステッドソンがやっぱ人気なのは全部こうモデル名があるんですよ。まあ、ないやつももちろんありますけど、やっぱそれがねくすぐるところだと思います。そうですよね。はい、僕もなんか一個一個分けて、はい、デラックスとロイヤルデラックスも分けて、モデル名もあって、はい、でしかも年代によってまた紋章も変わったりとかして、そうなんですよね。まあややこしいですよね。よくややこしいことしたなと思うんですけど、今になってみるとそれがたまらない、はい、マニア心くすぐるんですよ。いやー、だから帽子好きな人はもうここだけこうやってじーっと見てますもんね。であとこの今レザーのスウェットバンドみたいなのありますけど、この裏にもあるじゃないですか。そうですね。これはいけるかも。本当これははい、実際来られたら店員さんの方に僕がいるんで、はい、直接やるとこれ本当割れますからね、レザーの部分が。ここが弱いんで、古いやつってこの裏にあるんです。はい、ここにインナーのシールが貼られてて、この形色とかでまたやっぱ年代の判別が変わってきます。これは50年代ですね。で40だともっとこう赤い、もっと四角い赤いシールだったんですけど、で50後半からこう白いシールにギザギザのシールになって、60s になると棒の普通の白いシールになって白いの。まあそれを間違いなくとは言えないですけど、まあ経験則で。ここにもありますもんね。ここにも。そうですね。こっちにもあります。こっちにも実は。こっちも赤いシールが。だからこういうその帽子の情報が全部実はあるんですよね。そうですね。これはもうほぼ40年代に近い50年代がまあ40後半ぐらいだと思うんですけど。そうなんですよね。これが面白いですよね。サイズがまあ合わなくてもこれ見てるだけで僕ちょっともううっとりしちゃうんですよね、ヴィンテージのハットって。あとなんかサイズが合いそうなの被ってもらって、これさっきのやつ4分の1だけどここが広いんで、もしかしたら被れるかな。あ、ちょっとじゃあ行ってみます。あ、ギリいける。はい、ちょっとちっちゃいですけどね。なるほど。でもなんか無理ないように見えますね。僕自分で拡張のあれでスチーム当てて広げたことありますね。はい、あ、やっぱ僕フェドラですね。いいですね。かっこいい。僕はいつもこうちょっと癖つけちゃうんですよ。はいはい。あー、かっこいいなこれ。色いいっすね。めちゃくちゃいい色っすよね。めちゃくちゃいいっすねこれ。しかもこれなんかこうそのヴィンテージ界ではいわゆる有名なその3大ブランドがよく多いと思うんですけど、はい、これはなんかステッドソンなのって書いて実は違うという、はい、これいいんちゃいます？今日ネイビーコーデだから。ほんまっすね。はい、なんですかこれ持っていくみたいな雰囲気はこのはい、やっぱかっけえやっぱりハットはやっぱ魅力あるな。ハットだけでちょっとずっと取っちゃいそうなので、ヴィンテージハットの次はちょっとヴィンテージアイウェア、はい、ちょっと言っていいですかね。もちろん。この箱もデザインがやっぱおしゃれなんですよ。たまんないんですよ。네, 이 녹스라는 브랜드는 이 미국의 그 당시 성공한 사람의 스테이터스로 이걸 쓰고 캐딜락 이 차를 타는 게 성공한 사람의 약간 스테이터스, 증명 뭐 이렇게 말이 있을 정도로 유명했던 그런 모자 브랜드입니다. 오,いいっすね。ちょっと今日メガネとハットだけでも1本終わるかもしれないほんま。はい、ここらどういったアイテム？基本40、50、60っていうメガネが多いですけど、 AO ありますか？今これかな。あ、アメリカンオプティカル。これはジャガーっていう形ですね。この矢尻みたいなヒンジがかっこいい。かっこいいですね。これジャガー。僕今日の AO これあるのをしていたので、なので AO かけてきました。そうですね。僕も今日は AO ですね。AO これおいくらですか？これは12万の消費税。12万消費税。かなりそれはレアなですよね。出てこないやつなんで。出てこないですよね。でもやっぱまあもちろんメガネもカットと同じですけど、現行のものはもう当然素晴らしいの山ほどあるんですけど、はい、これはやっぱヴィンテージのメガネってこれもこれでやっぱヴィンテージしかないなんか
質感っていうかそうありますよですね。ね。なんか抜け感っていうか、はいなんだろうな。なんだろうなってありますよね。はい。全然やっぱり違うですよね。そうなんですよね。もちろんその素材のクオリティとか、まあ、フィット感合わせやすいとか、はいそういうのは原稿がやっぱもちろんね、はいつけやすいのはあるんですけど、はいやっぱヴィンテージだけの魅力っていうのはやっぱちょっとどうしてもありますよね。はい。で今原さんかけてらっしゃるのはブロータイプというもので、はい眉毛のいいですね。こういう感じの、はい。これでまた有名なマルコンモデルがあるじゃないですか。そうですね。これ何もこれただサーモントでいいんですかね。これはまあブローのセーフティー、この AO のヒンジがついてるやつも基本全部セーフティーって工場とかまあバイク乗る時とか用のメガネなんですよね。こちらが今これもブロータイプなんですけど、はいこれはシュロンのそうですね。まあロンサーっていうまあ、はい一番有名なモデルですよね。このブローがすごいすっきりしててかけやすい、癖がないんで。古いやつ60年代までここ金張りなんですよ。はでそれ以降メタルになってくるんですけあど、は中身はメタルでそこにロールゴールドされてるタイプでやっぱすごく上品。年代すみません何年代ぐらいですか。これは50年代です50ね。年代はい、これまで原稿もありますもんね。そうですね。シュロンはいまだにアメリカで作ってる唯一のメーカーですね。パーツは分かんないですけど。はあはあいやーまあいわゆるヴィンテージのアメリカ三大ブランドといえば、はい。アメリカンオプティカル、はいシュロン、ボシュロム。ボシュロン、はい。そうですね。タートは実は3代にはタートはまあ40年代から70年代までしかやってないんで、あそのまあ量的に言えば数の量っていうかね、大きい会社とは違います、なるほどなるほど。これちなみに今こちら、8万8,000円でございます。これはどういったアイテムですか。こっちはカレッジリングですね。ほうほうほうほラムホールといえばう。おみたいなアイテムですね。ラムホールさんといえば、はいカレッジリング。カレッジリング学校卒業するときに各々であったりチームで作る、まあなんか優勝したりとか、はまあ卒業の記念に作るリングですね。卒業の記念でこんなこだわったリングを作るっていうのはなかなかいけてますね。当時でもかなり贅沢だと思じゃあ全部言ってしまうとだから学校の、まあ、模様とかが入ってるところそうですす。基本ハイスクールから大学にかけてのやつが多いですね。基本やっぱりここの真ん中に学校のエンブレムとかチームのエンブレム着て、はいで横は年代が書かれてて、で、まあ、さらに横にこうエンブレムがついてる時もあるんですけど、基本60年代までこういう長方形だったり四角いデザインでよりこうシグネットリングに近い形、そこからやっぱりもっときらびやかになってくるし、丸くなってくるんですよ。ああそうなんですね、はいやっぱこっちの方がかっこいいのかなっていうのはあります。このちょっと四角い感じってことですよね、すげえ。まあ、古いやつでもこういう丸いやつもあるんですけど、本当だ本当だ。これはこれでやっぱクオリティが高いやつもめちゃくちゃかっこいいですね。これなんかあれですね、ちょっと例えがあってわかんないですけど、風の谷のナウシカでちょっと出てき上からそう降ってくるありますよね。これはこうやって横に、ね、ほんまや、すげえこだわってるこれ。すごい作りです。これは結構スペシャルです。これがだから言ってみれば学生がこれを作ったわけですかね。そうです。そのオーダーして、はい。まあ、型は多分あってそこからカスタムして作ってこうなって、まあ、こうやって石が入ってるタイプ。すいませんこれ、いやかっちょええな。学生の卒業の時何したか覚えてないもん。52年って書いてますね。はい。13万2,000円。でも卒業の年が書いてあるので分かるんですね、正そう確に。なんです。もう最近高すぎてやばいっすね。昔2、3万だったんです。ちょっと一個つけてみていいですか。もちろん。ちょっとすごい乾燥してんなこれで。さらっと出した時にこうチラッと、はいこういうのがたまにいいですね。いいですよ。学生重ねてつける人もいますし。なるほどなるほど、よく見つけられますね。だね。いや本当そうなんですよ。だいたい溶かして売られちゃってると、あと状態がめっちゃ悪かったりとかするんで。なるほど、はい、これなんですか。これは一番人気のこのスクエアのオニキス入ってるタイプ。ちょっといいですか。はい。これも4、50年代のスタイルで一番こう人気があります。こういう色物は基本合成のガラスなんですよ。でもこの黒い場合全部オニキスが入ってることが。これ黒い場合はオニキスなんですね。基本は17万はい6,000円。はい
ぱり黒だと余計に男臭く見える。本当ですね、はい、こうやってなんかさらっとコップに手入れて飲んでる時そうですね。さらっと酒とかタバコとかにやっぱりこうさりげなく光るっていうのが憧れるところ。上品なんか割れ光りしてないですね。上品に光ってますね。そうですね。10金って結構ね、アジア人に結構合う色だと思います。ああ、なるほど。 14になると結構黄色が目立っちゃう、好みだと思うんですけど、はいはカレッチリングのこの10金の、ね、質感っていうのはやっぱよりヴィンテージっぽく見えるところなのかな。い。ラムホールさんといえばこのカレッジリングです。ぜひぜひちょっと見ていただけたら。こんないっぱい見れる時ないと思うので。ほんまですね。ここら辺は何ですか？これは。これもこカレッジですか？はい、アメリカの、シグネットリングス、ね。これはカメオが入ってますね。これはヘマタイトっていう鉄鉱石。はい。これはオニキスじゃなくて、はい、ちょっとマットな輝きの、まあ、カメオが入ってますね。これも40、50年代の古いやつですね。これはこのシグネットリングって言ってあれですよね。だいたい男の小指につけて。そうですね。はい、まあこういうその家の紋章とか家紋とかがですね。はい、作ってるタイプの、まあこれはカメオが入ってますね、石が。昔要するにローを手紙書くときとか、ね、はい、ローを垂らしてすごい昔ですよね。そのシグネットリングでやってたみたいな。はい、それが元だと思います。まあ、貴族がつけるもの、貴族とか大商人がつけるやつ。だから今でもチャールズキングチャールズつけてますね。はい、あ、そうなんですね。小指に。はい、まあ、基本イギリスは、まあ、時計とはい、シグネット、まあ、もしくは手小指やだけっていうのがかっこいいところですね。そのあんまりクラシックスタイルには光り物は抑えろっていうことですよね。はい、このメンズものっていうのがやっぱ全然なくて、ヴィンテージだと、はい、希少っすよね。このラックだけでめちゃくちゃ面白いですね。こんな感じで。おー、めっちゃありますね。はい、そうなんです。こういう定番のセーフティー。定番のセーフティーからこれおいくらぐらいで？まあ4万ぐらいだと思うんですね。お宝ボックスや。はい。これサーモントとか。これいいですね。僕もたまにつけてるんですけど、これマルコム、まあ、通称マルコムモデル。そうですね。マルコム X がつけてたやつ。これいいんですよ。このそうですね。そこのヒンジかっこいいですね。ヒンジかっこいいですよね。このウィング、まあ、リベットみたいに言われる時ありますけど、うわ、色めっちゃいいですね。はい、このちょっと渋い木目っていうんですかね。そうですね。ウッドのタイプ、多分15万からって感じです、ね。いや、それですよね。はい、もううち古着屋なんで、あんまりメガネそこまで高くはしてない、高くはないと思うんですね。はい、一応メンテナンスして一回磨いてもらって、でも元からね綺麗なの買ってます。これは本当に一生もので、はい、もしお探しの方は、あとはこのもう最近全く見なくなったボシュロムのクロスヒンジ。クロスヒンジ、はい、やっぱこのレイバンも昔はボシュロムのですもんね。はい、なのでいわゆるそのヴィンテージ好きな人はボシュロムレイバンを探しますよね。はいはい、これはいくらぐらいですか？まだこれもそうですね。その12、3万ですね。昔いっぱいあったのにもう絶滅しちゃいましたね。ほんまっすよね。久しぶりに見ましたからねこれ。昔はまあクロスこれよく見ましたよね。はい、定番だったんですけどね。でもそんな昔ってわけでもないですけど、急になくなりましたね。なんか言ってしまえば。はい、これもだってもう今でさえ結構大変ですけど、はい、昔はもう本当結構たくさんありましたよね。ザラザラありましたよね。はい、もうなくなっちゃいましたね。なくなっちゃいましたね。これ栄養のそれスタジアム。スタジアムだ。これ本当今でもすごいかけやすいシェイプですよね。そうですね。スーツでもねいけるし。美しいですね。ぜひちょっとこういうのございますので。全部サイズインで。本当ですね。ということでやっと服にちょっと行ってみようかなと思うんですけども、本当にヴィンテージショップで実店舗でこのハットとこのアクセサリーとメガネ見れるお店って本当に難しいので探すの。あれちょっと待って、これボシュロムレイバンですか？出た。そうですね。見つけた。これボシュロムレイバンでございますよ。これアビエーターモデル。いわゆる今現行のレイバンはイタリアの、そうですね。ルクソティカ社が作ってますけど、やっぱりアメリカメイドクオリティって言ったら今の、ね、怒られちゃうかもしれないですけど全然違いますよね。メッキの感じとかももっと古いやつはキンバリーですけど、はい、ちょっと違うよなっていうのもあります。これでもお手頃な価格ですね。28,600円ですね。そうっすね。あ、これ90年代、はい、年代があれだから、これも本当に見つけるの大変になってきてるので。ないです。それからロングコートで、後ろに
インディアンのワッペンが、あ、これだ。この前前回着させていただいてすごいかっこよくて、はい、ビーコンだと思うんですけど、はい、ブランケットのメーカーのガウンですよね、はい、このストライプってアメリカにやっぱない柄なんで、使われないんで、そうするとこれは珍しいですね。ワッペンカスタムされてて、はい、かわいいところ。このワッペンもヴィンテージですか？そうですね、これも当時の古いやつですね。これもここについてるんですよ、はい、この色合いがめっちゃいいじゃないですか。これちょっと着させていただきます。はい、いいっすよね。あんま、でかくてもスタイルによってかっこいいですけど、はい、こうやってぴったり着れてた方があんまりこうパジャマ感が出ないですよね。確かに確かに、はい、これかっこいいんですよね。今日だとね、ここもちょっと立ち気味に見せて、やっぱこの色合いって本当に毎回ヴィンテージ屋さん行くと、古着屋さん行くと思うんですけど、古着でしかちょっともう難しくないですか？そうっすね。この色合いってないですよね。ないですよね。再現もできないと思うし。そうなんですよ。生地のクオリティ、この生地でその年代が経ったからこそ出る色じゃないですか。はい。これが本当のビーコンの。あ、これですね。おお。これは40年代。40年代のビーコンでございます。オンブレ。はい。です。これが本物の。よく言うオンブレっていうのは、はい、これが元祖ですね。はい、もっと古いヨーロッパのやつがあるんですけど、やっぱこのシャドウのこの感じっていうのはやっぱこれが本当のオンブレ。なるほど。はい、ヴィンテージで言うオンブレって言ったらやっぱこのビーコンのオンブレ。はい、これもう今作れないですね。ああ、なるほど。手染めでやってるんで、はい、一歩一歩糸を今できないと思うんですね。これやったとしてもすごい値段になりますね。はい、もう折り機もないと思うし。なるほど。7万7,000円。ちょっとこれも着させていただいていいですか？おわ、かっけえ。インパクトすごい。すごい雰囲気っす。すごい雰囲気ですね。これ着て電車乗ってきたら誰か席譲ってくれますね、多分ね。確かに。インパクトがすごくて、この丈の長さも結構長めですね。長いですね。はい。だってこれサイズが若干僕大きいぐらいですけど。にしても丈はすごい長いです。原田さん、これは何ですか？それは古いレフリージャケットですね。野球とかアメフトとかの、審判が着るやつ。なんか見たことあります、映画とかで。はい。古いやつはこのレオンサテンで柔らかいし、見栄えが違うっすよね。裏地はこういう感じ。そうですね。これはフィフティーズかな。すごくいい。シルエットもなんかやぼくないっていうですね。はい、これ着てジャッジしてたんですね。はい。おしゃれですよね。おしゃれですよね。ちゃんとこれ見てください。ここに書いてありますよ。カリフォルニアで作られたって書いてますね。13万2,000円ってございます。そうですね。それは。これは何ですか？これスカジャンっすね。あ、無地の。無地のスカジャン。珍しいですね。裏にちょっと入ってますけど。無地スカがあるんですね。変ですよね。変ですよね。はい、名前だと思うんですけど、なんか変ですよね。刺繍がそこしか入ってない。なので一瞬これスカジャンなのかなって思うぐらい、なんか作りはね、スカジャン。リバーシブルですよね。そうですね。A 面 B 面って感じ。こんな感じ。こんな感じで。でも色美しい。切ります。いいですか？今日ちょっと僕今日合うかもしれないです。今日色合いバッチリ。これ色も本当珍しいですね。これ着て本当ブラジル行けば絶対人気者になりますよ。これ年代はこれですか？60じゃないですかね。60ぐらい。はい。本当スカジャンっぽくないですか？スカジャンなのかな。本当ですよね。スポーツ系なのかもしれないし。これもちょっと気になったんですけど。いわゆるギャバジャン。ギャバジャン。はい。レイヨンギャバジンのワークジャケットですね。かっけえ。短いやつなんか久しぶりに見ました。本当そんぐらい出てこないですね。これ88,000円でございます。50年代。あ、いい。ドンピシャ。幅はあるけどこうすっきりしたサイズ感ですね。色味が渋い。かっこいい。いいですよね。いいですね。これ本当に僕サイズですね。確かにぴったりですね、肩ら辺が。本当ですね。レイヨンですね。レイヨン。当時はほぼほぼの衣類はほぼレイヨン。レイヨンって熱に弱いんで、やっぱ焼けてるのが多いです。かっこいい焼け方だったりですけど、やっぱ変な感じに焼けてるの多いから、これはすごい綺麗ですね。これなんかもう全体が綺麗に
すごい状態いいでいいですすね。 P41 っていう、 P41、はいマリーンのやつなんであ P あ USMC はい見えますか？ヘリンボーンツールですよ。 USMC の場合ってディテールはどういった違いが？そんなにめっちゃ違うかって言ってあれですけど、やっぱりちょっとバギーっぽいのが多いのかな、セーラーみたいな。なるほどなるほど、はいちょっと太め。この辺から太いって感じはするかな。まあ、特にっていうのはあるんですけど、まあ、これはマリンにしかない形なんで、まあ、古いドーナツの、あ、これですね。はいまあ、一番最初ここパッチなんですけど、はいはい。これ次のやつ、次40年代。なるほど。陸軍のこの HBT に比べるとやっぱちょっと色が違う。ああ、なるほど。グレイッシュっていうか。そうなんですね。これでまあ色はフェードしてますけど、はい、でもなんか破れてるとかしてないですね。そうっすね。66,000円ですね。でこれも古そうですね。じゃあ60。60。シノパンも昔からもうなかった言ってますけど、買うならもう本当今だと思います。でこれから流行りますね絶対。あ、本当ですか。はい、もうすでにちょっともう下についてると思うんですけど、はいはまだまだこれから流行ると思うんで、い。まだ流行るんですね。値段が上がる前に買っといた方がいい。確かに確かに。本当にないんで、60年代以前のやつは。もう40年代とかってどこにあるんだろうと思いますよね。いやーなんですね。お、24,200円。この本当ですね。これ上がる前に買っといた方がいいですね。そうです。まだ今この値段、まあ昔よりは高いですけど、もちろんでももっと高くなると思います。気づいたらベーカーパンツとかめっちゃ高くなったじゃないですか。あんな感じで気づいたら高くなってると思います。知らない間にグーいきますからね。もう物がなくなっちゃって。そうなんですよね。原田さん、このビートルズ系はやっぱちょっと値段張りますか？ T シャツは。そうっすね。そのリボルバーははい。裏面プリント、このリボルバーの T シャツ定番ですけど、はいこっちに入ってるやつってねあんまり出てこないです、ね。ああ、そうなんです。まだ探せば見つかると思うんですけど、一応ほぼ L とか XL だけ買ってきています。僕このヴィンテージ T シャツの世界もうはい半端ないじゃないですか。そうっすね。もうちょっと若干ついていけない感があって僕。いやーそうっすね。まあ本当に高いから好きなやつにお金出すっていうのがいいのかな。なんか値段の高騰加減がすごいじゃないですか。もうそうっすね。ないからなっていうのはしょうがないですけどね。確かに確かに。はい48,400円ですね。まあ、でも90年代。あ、でも僕もうちょっといくかと思いましたよ。ビートルズはまあだいぶ高くなりましたけど、やっぱり結構物がある分そんなに高くはないのかな。そうなんですね。ものによりますけど、意外とビートルズまだいきますね。ビートルズはそうですね。安くはないけどってちょっと頑張れば買える。そうですね。高くなったシリーズだと、はいはいこういうあ、いいですねいいですね。パールジャムの はい T シャツ、へえ。 90年代のバンドの。ああ、そうなんです。これヘインズが作ってるんですね。そういうのも昔そんなしなかったけど、やっぱ人気ではいなくなっちゃってっていうのおお、裏もがっつり。77,000円。はいこのクラスになる。このクラスになるとそうなんですね。いやもうなんか想像を絶する値段の場合もあるじゃないですか。まあニルバーナとかね、ネルバーナとか。はいそうなんですよね。ジブリとかはね高くなる。あ、ジブリもそうなんですね。はい。もののけ姫とか結構いい値段するんで。そうなんですね。もののけ姫って高いんですね。初期のナルトとかも高いですし。いや、買っとけばよかったですね。当時。いやー、たっぷり見させていただきました。はい、ありがとうございます。ました。原田さんの本当に専門知識、深い知識で、なんか聞き入ってしまいました。本当ですか。よかったです。すごくとてもいい雰囲気のところに。いや、もうちょっとやっぱりね、喧騒から離れた場所にあえて作っているところもあるんで、はい、ゆっくりしていただければ。なんか本当脇道すっとやったら、おしゃれなお店がって感じで、なんか出会ったって感じに。あ、そうですね。ですよね。そうしたら嬉しいですよね。なのでぜひこちら大会のコレ祭来ていただけたらと思います。よろしくお願いします。本当アクセサリーだけで半日行きますので、そうですね。ぜひたっぷりお時間を作っていただいて来られたらいいと思います。ありがとう今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。また来させていただきます。はい、ぜひよろしくお願いします。